안녕하세요, 토니메입니다. 일전의 영상에서 저희가 한일 부부인데 왜 중국에서 생활하느냐 물어보시는 분들이 좀 있어서 오늘은 그 얘기를 좀 해볼까 합니다. 私たちがここに住んでいる理由として、最大の理由はおっぱが駐在員なんですけど、何年目になるかな。あ、7年目 ?2014 年に来たね、中国に。長いよね。来ることになった、きっかけ、なんだけど、おっぱは中国で大学を卒業したよね。そうだよね。最初は中国に留学したんだけど、高校の時に日本に留学行こうとしたんだけど、でもお父さんがその時にやっぱり10年15年後に中国の経済がすごい上がったり、いや10年とか20年後は中国だろっていう、お父さんが勝手にその中国のなんかこう留学を調べてて、で結局中国行くことになったね。で中国留学行っていつか中国にまた来て仕事をしたらいいなと思ってた。大学卒業後軍隊に行って、軍隊行ったね。その後、就職して、そこはすぐに辞めて、で転職で、今があるって感じなんですね。やっぱり中国の大学を卒業しているっていうことで派遣されたっていう感じになるのかな。でもやっぱり軍隊卒業した後、中国と全く関係ない会社で行ってんだね、ずっと。で今の会社も中国の方の担当じゃなかったから、中国来るなんて本当に考えてなかった。じゃあメイはやっぱり中国に住むのってどう？なんかコロナの前は結構頻繁に帰れてたでしょ。3ヶ月とか4ヶ月に1回帰れてたけど、今はやっぱり帰れなくって、最初はちょっとそれが不便だなって思ってたけど、でもよくよく考えればもうネットでね、韓国のものとか日本のものとか買えるじゃん。だから生活に関して言えば不便に思うことがなくって、心配事とかもそこまでないから、今はいいかなっていう。で上海だからまたやっぱり日系の出版が多いって感じね。パは、駐在員として来てたけど、私の場合は自ら自分で現地採用で来ていて。でメイが大学の時代にも半年くらいなんか交換学生に来たじゃん。大学生の時に半年間だけ中国に留学した経験があったから、別にその中国に住むっていうこと自体に特に違和感っていうのはなくて。でもやっぱりよく中国を選んできたね。その時にやっぱり韓国とかも選ぶ機会があったんじゃないの？いやでも韓国は結局私韓国語喋れないから、もう選ぶきっかけにもならないよね。使い物にならないじゃん。日本語しか喋れないし、で、韓国語が上手な日本人だったらあの時いっぱいいるわけだから、私は絶対に韓国行っても多分働けないから中国だから転職できたって思ってて。だからやっぱりおっぱと一緒だね。ビジネスチャンスとか仕事をするチャンスがあるかもしれないなと思って、やっぱり上海に来るわけだったね。だから、動画を見てる人でなんでってすごく思うと思うんですけど、理由はこういった理由があって私たちは今住んでいます。ただ近い将来もしかしたら日本に住むかもしれないし、韓国に住むかもしれないし、それはもう全く今の時点ではねわからない。駐在員としてもあと何年ここにいられるかっていうのもわからない状態で。しがないサラリーマンだからそう本当にそう、だからこそこの時間を大事に、貴重だと思って生活しているところです。 저희가 오늘 중국에서 왜 살고 있는지에 대해서 간단하게 설명을 좀 해봤는데요. 혹시나 궁금한 점이나 의견 있으시면 댓글을 남겨주시면 저희가 참고해서 추후에 다시 영상을 찍도록 하겠습니다. 오늘도 끝까지 영상 봐주셔서 감사합니다. 안녕.